左脇が常に痛いイヤホンレビュー。イヤホン買ってるかい？ワクチンのせいでサワンが突っ張ってるが、今回も、中国からやってきた、イヤホンの話をしていこう。さて、今回は、以前紹介した、J オーディオ対オーディオから、今回はケーブルがやってきた。今回紹介するのは、J オーディオの EST。5N 銀メッキ、太めの線を使った、4芯のケーブルだ。上位モデルらしく、専用のポーチに包まれた状態で出荷される。パッケージはなし。ケースの外側はビニール袋1枚の梱包だった。ケーブルの仕上がりは、いかにも上位ラインといった感じ。端子の基部は金属製で、重量はそれほど感じない。線材がとにかく太いので、若干癖がつきやすそうな印象だ。実際、取り出してみても、柔軟性はちょっと低い。が、端子部分も含めて軽量なので、それほど装着にストレスは感じずに済みそうだ。分岐部分などは大きめに作ってあるが、邪魔に感じるコインみたいなサイズではない。取り回しとバランスが取れてるぞ。あったんだよ。ジョーダンみたいなスプリッタがついたケーブルが。端子の選択肢は、ちょっと制約がある。プレイヤー側、つまり、プラグは3種類から選択できる。ここは一般的なケーブルと同じ、3.5mm アンバランス、2.5mm と 4.4 のバランスプラグが選択できる。ただ、イヤホン側が 0.78mm のしまい込み型標準にピン端子しか用意されていない。これは J オーディオのイヤホンで採用されているもので、基本的には自社の商品と組み合わせることを前提に使用されてる、というわけだ。ただ、もちろん、この 0.78mm 2ピンは幅広く使われている形式、GFZ 型の2ピン、もしくは、本体に大きく端子が沈んでいない、剥き出しの2ピン端子のイヤホン全般に対応するぞ。端子が大きく飛び出した QDC2 ピンは、イヤホン側の強度の関係でおすすめしない。また、端子が数ミリ本体に沈み込んでいる、いわゆる CIEM 型にも対応しないので注意してくれ。さて、その音色について。EST は、4芯のケーブルとしては、かなり太い部類に入る。そこに採用されているのは、上等な単結晶無酸素銅に銀メッキが施されたもの。これより線材が使われていないケーブルより、低域側のロスが少なく、これより線材が使われているケーブルより取り回しが現実的な塩梅になっている。太い、硬い、曲がらない、で音だけにこだわった、HC 系の C42、及び C43、ほど低音域が濃厚にはならないが、それでも、標準ケーブルより中低音域の質感が上がった印象を味わえるんじゃないかな。また、銀メッキ線を採用しているので、高音域もはっきりと出る。より多くの人が、音が良くなった、と感じる正統派なアプローチだ。線材がたっぷり使われてるおかげか、全体的に良くなった印象があるが、低価格の銀メッキ線でたまに起きる、高音がヒステリックになるようなこともない。変化した、と表現するより、よりよく感じられるようになる、という一台だ。なので、お気に入りのイヤホンの方向性をそのまま伸ばすような使い方がいいと思う。逆に、どこかを特定して伸ばしたい、というケーブルの買い方には合わない。元から良いものをもう半歩良いものにしたい時にこそ、EST は進化を発揮するだろう。というわけでまとめよう。ビルドクオリティは良好。線が太いので、癖がつきやすいが、曲がりにくいとかたわむといったことはない。音色は素直かつ濃厚になる。解像度が上がる、という表現でいいだろうか。イヤホンを邪魔しないパワーアップだ。中高音域が濃厚になる分、銀メッキがしっかり高音域も底上げしてるので、全体が優しくかつ確実にレベルアップするぞ。あ、そうそう、ケーブル色も綺麗な銀色。銀メッキがちゃんとした厚みでコートされてるってことだと思う。と、こんなところだな。描く意にも定番として末長く付き合える一台だが、このケーブルも末長く付き合える一本を目指して作られてると思う。J オーディオはじっくり楽しめる機種が多いので、その傾向が強そうだ。ケーブルでもその姿勢は一貫してるんだな。といったところで今回はここまで。熱は下がったが晴れはいつ収まるのやら、